こんにちは、こはくです。ご視聴くださいましてありがとうございます。先日安いのですがこのマイクを買ったので、いつもと違った動画を撮りたくなって本人登場してみました。よろしくお願いします。いつものように今回の動画もフィギュア作りの様子を流しながら、作り方の説明は一切せずにアニメの話などをします。では今回の動画のメニューはこちらです。アニメ全集について、ネタバレのないように物語やその魅力について話します。次に映画派遣アニメについて、アニメ制作映画を見たのでその感想をお話しします。次に全集のキャラクター紹介で、自分が作った作品について、最後に琥珀の独り言です。よかったら最後までお付き合いください。今回はアニメ全集より広瀬夏子を作りました。アニメ全集はご存知ですか？2025年の冬に全12話で放送されましたが、バズっている様子がなかったので知らない人もいるかもしれませんね。まだ見てない人が多いかもしれませんので、なるべくネタバレのないようにざっくりと説明しつつ、全集愛を語りたいと思います。全集はマッパ制作でアニメ業界を舞台とするオリジナルアニメです。まずは公式ホームページよりあらすじをご紹介します。全集はすべて修正するオールクリアの意味。広瀬夏子は高校卒業後アニメーターとなり、才能を開花させ、あっという間に監督でデビューを果たす。初監督作品は社会現象となる大ヒット。新進気鋭の天才監督として世間でも評価され、次回作は初恋をテーマにした劇場ラブコメ作品に決定。しかし人を好きになったことのない夏子は初恋が分からず、コンテが書けなくなり、映画制作が行き詰まる。そんなある日、コンテ作品中に意識を失い目覚めると、そこは子供の頃に夢中になったアニメ映画滅びゆく物語の世界だった。あらすじだけ読むと、はいはい、最近流行りの異世界転生ものねと思うかもしれません。実際1話だけ見た私もこの感想を持っていました。我慢して2話まで見ると、その後どんどん引き込まれました。最初を我慢したらどんどん面白くなっていくアニメは初めてでした。ちなみにヤフーニュースではこのように紹介されていました。前半離脱組嘘だろと衝撃、中盤から雰囲気一変した2025冬アニメ。これはドンピシャな表現です。どちらかというと社会人向けアニメだと思います。仕事を一人で抱え込みがちな人や頑張りすぎちゃう人におすすめです。主人公夏子の行動を見て、強く共感できる部分も多くあると思いますし、逆に反面教師として参考にできるところもあると思います。そしてアニメーター志望の人にもぜひ見てほしいですね。アニメーターの仕事の部分や考えが参考になるのはもちろんですが、このアニメはマッパのアニメーターの本気を感じると言われていました。本気度はストーリーの展開からも感じますが、やはり作画がとにかく丁寧だと感じました。どのアニメとは言いませんが、たまに作画が崩れているアニメもありますよね。なんか顔が変わったなと思いながら見るアニメもあって、それに気づいてしまったらそこばっかりが気になってストーリーが入ってこないということもあります。もしかしてアニメ業界の様々な事情があるのかもしれませんが、でも全集は全てが丁寧でした。
特に丁寧さを感じるのは、夏子が敵と戦う時にタップを握ると作画机が飛び出すシーンです。色鮮やかで綺麗だし芸術的でした。全体的にアニメの名作のオマージュが散りばめられています。このシーンってあのアニメではと見ながら楽しむこともできます。一つ紹介すると、第1話で風の谷のナウシカに登場する巨神兵のキャラが登場します。見た瞬間にんとなる感覚が楽しかったです。突然ですが、アニメを制作する側のことってご存知ですか？私はあまり知らなくって、たまにジブリの現場のドキュメントを見るぐらいで、なんとなく大変そうだなとの認識はありました。前週をきっかけにアニメ制作が気になって Amazon で派遣アニメという映画を見ました。派遣アニメは公務員から転身した新人監督吉岡里帆がアニメ業界の覇権をかけて天才監督中村倫也と戦う物語です。世間からのプレッシャーを抱えながら物語を生み出す監督の苦悩や制作スタッフ関係者との人間関係など見応えがありました。私たちは完成したアニメを見るだけですが、一話一話に作り手の苦労と思いが詰まっていると思うと、ながら見をせずにアニメを見るなら真剣に見ようと思いました。さて、ここからは簡単に主要なキャラクターをご紹介します。まず広瀬夏子、アニメ監督、アニメーター22歳。アニメを作ることに情熱を捧げる人。夢中になると周りが見えなくなることもある。劇場作品のコンテが上がるまで髪を切らないと願をかけたことからこの髪型になっている。ルーク・ブレイブハート。夏子が子供の頃夢中になった映画滅びゆく物語の主人公。伝説の勇者18歳。敵の討伐のために各国から集められたナインソルジャーの中心的存在。真面目で純粋な人。ユニオ。映画滅びゆく物語のナインソルジャーの一人。ルークの守護獣。ナンパが趣味。明るくて前向き。メメルン。ナインソルジャーの一員。エルフ。数百年生きている。魔法が使える。QJ、ナインソルジャーの一員。敵の襲撃を察知できる能力の持ち主。気配りができて優しい性格。私の好きなキャラクターはユニオです。ユニオが登場すると何かと笑いが起こるんです。ユニオに対する周囲の扱いが雑で、そこがまたいいんです。普段は二頭身の姿ですが、たまにユニコーンに変身します。ユニコーンになると、背中に人を乗せるのですが、その際に、オイラの背中にライドオンというセリフがあります。可愛いのになぜか笑っちゃうんですよね。芝居が臭いというか、面白いというか、とにかく好きです。ここからは少しだけ私の作った作品の話をさせてもらいます。夏子は通常髪を前に下ろした貞子スタイルなんですが、たまに前髪をアップにする時があります。どんな時にアップにするのかというと、夏子が戦いで疲れて寝ている時に勇者ルークが夏子の顔を見たくって勝手に前髪をアップにします。その時のちょんまげ姿が可愛くてこれにしました。夏子を選んだ理由は2つあります。一つは何かにがむしゃらになって突き進む人が好きで選びました。もう一つは洋服がシンプルなので作りやすそうと思ったからです。なんせ私は不器用なので細かい装飾のあるキャラクターはなるべく避けています。
夏子の服装を見てもらうとわかると思いますが、パーカーとスキニーパンツ、そしてクロックスです。シンプルです。ですが、このシンプルの中でも難しいところがあります。それはでかいパーカーのふんわり感とシワの表現です。今回はここを一番意識して作りました。後ほど完成品を見てもらいますが、意識した甲斐があってか、ふんわり感は表現できたかと思います。しかし他はダメでした。すべてのパーツを組み立てた時に、あまりのひどさに言葉を失いました。全く上達してなくてへこみます。こんなにも上達しないものかと思うと、フィギュア作りが向いてないのかななんて思ってしまいます。また一人反省会をして次につなげたいと思います。ここからは動画の尺が長くて、用意していた前週の話が足りなかったので、今期はアニメ迷子になっているの話をさせてください。すいません。今期はドハマりしているアニメがないです。今見ているのはラザロとクーロンジェレニックのロマンスの2本です。この2本は面白くないわけではないけど、それほど熱くなってないです。To Be Hero X も1話と2話見たのですが離脱しました。後で気づいたのですが、To Be Hero X は日曜の朝に放送されているアニメで、完全に子供向けでした。それとあるシーンを見た時に無理だなぁと思いました。そのシーンは主人公と女の子がいちご盛りを食べるシーンです。2人がいちごを食べ始めるのですが、途中からいちごを相手にぶつけてじゃれ合います。私のおじや、今は亡き祖父母は農家を営んでいて、私は野菜や果物を育てる大変さをよく知っています。しかも偶然にも、祖父母はイチゴを育てていたので、イチゴを投げ合うシーンを見てもうドン引きしました。こんな感じで悶々としている私にテンションが上がる嬉しい動画と出会いました。劇場アニメ 100M です。映画の紹介動画の概要欄をそのまま読ませてもらいます。地球の運動についての天才作家魚戸の原点がついに劇場アニメ化。陸上100メートル。たった9秒の一瞬の輝きに魅せられた者たちの狂気の情熱の物語。魚戸さんの作品は地を漫画で読んで、アニメも見ました。地はドハマりしました。好きすぎて、心に響いたセリフをノートに書き留めるほどです。そんな魚戸さんの作品が、映画になって嬉しい限りです。最近見たアニメスポーツ映画はスラムダンクです。めちゃくちゃかっこよくってオープニングから鳥肌ものでした。主題歌として使われていた10フィートの第0巻という曲はもうヘビロテでした。100M も期待しています。9月が待ち遠しいです。話が脱線しましたが、完成品はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。